色とりどりに幻想的な光を放つ照明。柔らかな光を作り出しているのは何重にも巻きつけられた絹糸です。枠組みに使われているのは糸巻き用の道具、木枠。明治4年創業の糸専門店が糸の可能性を広げるために作ったランプです。今回の主人公は糸六5代当主の今井富子さん、そして次期当主で富子さんの長男の今井春樹さんです。祖父がずっと糸繰りをしてまして、もう夜になると一つの仕事が終わった後もそれこそ夕飯を食べた後にまた糸を繰りに上がるっていう感じで、だからそのカタンカタンカタンっていうこの糸繰りの音が本当に子守歌だったんです。糸を売ると書いて続くっていう字になるじゃないですか。それを子どもの頃からずっと聞いてたんですね。糸を売ると続くっていうことをずっと続けてきたっていうことにすごく感動みたいな感じで、糸をやっていうものを魅力的につなげていくにはどうしたらいいのかなっていう、そのつないでいくことが私の使命かなと考えています。糸六があるのは京都市下京区。呉服店が多く集まる室町通りを東に入ったところにあります。およそ150年続く京都を代表する糸商です。店の一番奥が作業場になっています。糸六では製糸や染色など糸自体の製造は専門の業者に依頼しています。染め上がってきた糸を八角形をした糸繰り機を使い木枠に巻きつけていきます。その時に使うのが冒頭で紹介したランプの木枠です。染めの調子でもつれたり切れたりするので、一瞬たりとも目が離せない根気がいる作業です。重要なポイントは糸の声を聞くってことですね。糸をこっちが思うように無理やり繰り上げることっていうのはなかなか難しいことで、もう糸の都合ですね。糸の声を聞きながら糸の言うことをこっちが聞く感じですね。木枠にくった糸をさらに小売用のカードに巻きつけていきます。使い切るまで責任保証。糸六が扱う絹糸ははんなりした色からビビッドな色までおよそ160色、多様なニーズに対応しています。カードに付けられた笑顔のへのへのもへのが糸六のブランドマーク。ニコニコ印っていうのは笑顔で腹を立てずに良い糸を多くの方に使っていただくっていう、多分それは六次郎のコンセプトだと思います。六次郎とは糸六の3代当主今井六次郎さんのことです。界隈の人たちから糸屋の六さんと呼ばれていた六次郎さんは昭和4年屋号を糸六商店と改め、へのへのもへのを店のマークとすることでより親しみの持てる店づくりを目指しました。この作業場に一人の若者の姿が。次期当主となることが決まった
今井富子さんの長男春樹さんです。春樹さんは郵便局で働いていましたが、2019年の7月に家業を継ぐために34歳で退職し、家に戻りました。一番の思いはやっぱりここまで大きくしてもらった糸のおかげっていうのがあって、やっぱ恩返ししたいっていうのもあって、で何ですか、つないでくれた5代目の母親への恩返しっていう思いもありましたね。そうですね。よく決心してくれたとはやっぱり感謝の気持ちがありますね。まずそこです。はい。何かのきっかけできっと決断したんだと思います。でもそこはちょっとあえて聞かないようにしています。冒頭で紹介したランプは実は春樹さんの提案で生まれた商品です。糸だけを売ってきた糸六に新しい風を吹き込むチャレンジでした。もっともっといろんな人に絹糸の艶の綺麗さ、美しさを知ってもらうと思った時に、やっぱなんていうんですか、ランプにしたら、もっと綺麗に見えるんじゃないかなと思ったのが、初めの印象ですね。今井富子さんと春樹さん、今また2人の新しい挑戦が始まっています。明治4年創業の糸専門店糸六。店の中に入ると、糸ではなく器をはじめ日用品が並んでいます。ここは以前番組でも紹介した全国の伝統産業と京都の職人がコラボした商品を展開する会える五条です。糸六はその奥にあります。新しい風を吹き入れるっていうか、そういう気持ちもありましたし、ヘルさんのスタッフさんたちと接することによってものづくりのへのどういうんですかね、強い愛情とかこだわりとかはとても糸六にとってはいい刺激になっています。糸六5代当主の今井富子さんは次期当主で息子の春樹さんとともに糸を使った自社製品作りに力を入れています。その一つがこちら。奈良在住の加賀指抜き作家とコラボしたリング。そしてミシン用の糸巻きをイメージしたイヤリングです。指抜きとは裁縫の際に指の保護をする道具のことです。指抜きに針をおよそ360回も通して糸の色や縫いの交差加減でさまざまな文様を作り上げています。もともと絹糸っていうのは着物を縫う時に影に隠れてしまうんですけど、とっても艶が綺麗なので、加賀指抜きはその隠れてしまうはずの糸が主役になれるんですね。あとは一番私が惹かれるのはニコニコマークが、アトリエで全部ニコニコマークを並べて作業をしていると結構こっちの気持ちも楽しくなってくるので、マークが一番気に入っています。今井さん親子は店の2階を改装し、京都の文化や手芸を愛する女性たちが集う場も作りました。不定期に開催しているワークショップがコラボレーション商品誕生のきっかけとなりました。東京を拠点に活動する人気刺繍作家渥美さんとのコラボレーションとは。購入者自身が刺繍をして完成させるトートバッグです。京都の老舗の糸屋さんっていうことで、そこと一緒にやるんだからっていうことは大事にしたかったんですね。お土産とかにもなるもの、刺繍する人だけにってしてしまうとすごく狭くなっちゃうので、もうゆくゆくは京都土産
こんな面白いものもあるよみたいにまで思ってもらえるようにっていう意味も兼ねてちょっと京都のシンボルっぽいものだったりとかちゃんと糸のことも伝わるようなデザインを考えました。息子がこちらの方に入ってきてからどんどんやっぱりいろんな新しい風を吹き込んでくれてると思うんですね。昔にとらわれることなく新しい風も受け入れながらどんどん発展していけたらなとは思っています。そう期待しています。糸六5代今井富子さん、次期6代当主今井春樹さん。糸を売る、一筋の糸に込める思いは代を重ねても変わることなく続いてゆくのです。